やりがいはすごい感じてます。やりがいを感じてるのと一緒にやっぱ緊張はしてます。いろんな経験をしてきた方のすぐ近くで新たに経験できるってことはすごい嬉しいことだなって今すごい実感します。気楽に指導していただけるので、ポロッと一言言ったらいい感じに仕込みとかもうまくいくのが何回もあったので、経験っていうのはすごいなと思います。六本木の路地を入ったところに佇む寿司の名店寿司村瀬。都内屈指の有名店、寿司商で修行をし、まさに匠の技術を積み重ねた人情派の大将が切り盛りします。前回は親方である村瀬氏のお任せを取材しましたが、今回は次世代の匠を継承する若手寿司職人池田氏のお任せを取材しました。親方と同じく中学卒業から寿司一筋で心技体を磨いてきた注目の職人と弟子に愛情を注ぐ親方の絆に迫りました。池田さん、今日よろしくお願いします。お願いします。いただきます。このガリ好きなタイプです。塩味が強くて美味しいですね。切り方もやっぱ食感がいいですね。ありがとうございます。普通の生姜じゃなくて竹生姜っていう辛みの少ない生姜なんで。なんか本当その名のちょっとタケノコっぽい感じというか。そうですね。美味しいです。下に梅肉入ってますんで、スプーンで混ぜて召し上がってください。ごめんなさい。もう茶碗蒸しはいつも梅の茶碗蒸しなんですか？そうですね。ただちょっとこれから暑くなってくるんで、違うものに変えようかなと。なるほど。前回取材させていただいた時を思い出しました。冷静ですよね。あ、そうですそうです。そうかそうか。今日あったかい。さっぱりあっさり食べられる。美味しい。働き始めたし、やっぱちょっと学歴社会っていうんですかね、そういうのになり始めてて、一度本当正直な話すると挫折しそうになった時に、全く料理関係ない事務系の仕事を応募したんですけど、中卒ですっていうのを言うと、すいません、募集終わりましたって何回も言われて、あ、学歴ないと本当にダメなんだと思ったところから本気でやり始めました。そこはもう19歳ぐらいの時だったんですけど、そこから本気でやらないとっていう気合い入れてやりました。時知らずです。1貫目時知らず。珍しい。もう見るからに脂乗ってますね。これ塩だっけ？塩です。仕込みは。北海道ですか？はい、北海道。おお、包むように握られてる。前回の村瀬さんの時は小肌からスタートだったんですけど、今日は時知らずのカツオでふっくら系のものからスタートして、またやっぱ季節も違うんで流れが全然違うなっていう。ウニグミぶどう巻きはもう通年出されてるんですか？時々しない時も、その時のシーンによって。前回もすごい覚えてます。前回は結構後半に出てきたんですけど、今回本当順番がだいぶ違うんで。そうですね。そう、やっぱ全然その時その時でやっぱ変えますよね。変わりますよね。いや、たっぷり分厚い。お冷やにあん氷なしです。はいはいはい。めちゃくちゃ重たいですね。シャリもウニもしっかり入ってる。シャリの塩味とウニのこのクリーミーな感じと海ぶどうの食感ですよね。でそこに海苔っていう。いや、もうたっぷり入ってるんで最高に食べ応えあって美味しいです。
うまっ、うまい。ありがとうございます。さっきのウニウミぶどうが美味しすぎて、はい、なんかこんだけ前半であれ出されると一気になんかテンションがぶち上がった感じになるっていうか。そうですね、来てすぐだとお腹空いてると思うので、若干ちょっとお腹を落ち着かせていただいて、でゆっくりお酒とか飲んでいただければなと思ってます。しじみのお出汁は凝縮させたお吸い物です。すごい香りですね。はい、これしじみ何個ぐらい使ってるんですか？これざっくりでいいんです。2キロです。2キロ。2キロを凝縮させてます。宍道湖です。宍道湖。はい。毛ガニとキャビアです。はあ。すごいゴージャス。この毛ガニがもりもりだけでもすごい映えるけど、やっぱキャビアが入ると急に港区感が出るっていうか。でキャビアも見た目もいいんですけど、やっぱ塩味があるので、毛ガニの旨味がキャビアです。これほぐすの大変ですよね。大変です。でもやり方をしていただいたんで、早いやり方を。やっぱ熟練のそういうコツがあるんですね。反コツが。はい。そうですね。毛ガニのふわっと甘い感じとキャビアのその塩味が締めてくれる感じというか。そうです。うん、美味しいです。ありがとうございます。ご年齢っておいくつなんですか？35です。今年35。そうですね、35になりました。2月に35で。ご出身どちらなんですか？出身広島です。へえ。広島の広島市。広島市ですね。広島市なんですけど、ちょっと町っていうところでちょっと山の方なんですけど、そこから引っ越して今度宮島の方に行きました。宮島の廿日市市大野浦っていう場所なんですけど、はい。今度は海の方に。もうその社会人になってからはずっとお寿司の道なんですか？そうですね。もう19年20年ぐらいです。広島最初僕宮島の旅館に詰めさせてもらって、でその後市内のお寿司屋さん、ちょっとチェーン展開しているようなお寿司屋さんなんですけど、で25の年に、東京に来て、晴海通り沿いの寿司台さんにまずね働かせてもらって、おととし坂さん、試験坂さんにいらしてもらって、今年の2月からちょっとこちらでお世話になってます。ある種キャリアでいうと、まあ、最初地方から始まって東京来られて腕磨いた後に金坂さんっていう、まあ、結構有名な流派で働かれて、その後村瀬さんは寿司師を経歴じゃないですか、なんかすごい渡りなんていうんですかね、継承みたいな階段ちょっとずつじゃあお寿司は高卒で入られたんですか？中学卒の4月です。16歳からお話聞いて、村瀬さんと被る人生観だなっていうのが聞いて思ったというか、つながりを感じるというかお乗り差し替えください。日本海か、だからクエと違うやつですよね。違うですね。でも10日もやっぱりやるんですね。それだけ怒ってるってことですね。でも別になんか熟成感はないけど、でもしっとりして油が回ってくる。あ、黒ムツ？黒ムツです。めちゃくちゃ覚えてます。前回黒ムツ、ボタンエビ、この辺りはもう去年食べたそのネタの中でトップクラスに美味しかった。黒ムツの炭火焼きです。前回も出していただいたんですけど、すごく印象残ってて、そうですね、もう油がすごいあるんで、でも黒ムツって時期物ですよね。そうですね、はい。まあ初夏ぐらいから。初夏からそうですね、秋ぐらいまでですかね。いただきます。やっぱのどぐろとは違うんですよね、この感じが。のどぐろよりなんていうかな、あっさりしてるっていうか、してるけど、や強いです。寿司屋でアイスプラント出てくるお店は村瀬さん以外ないですから。そうですね。はい。で、わかめは多いですけど、このアイスプラントがやっぱりこれ嬉しいんだよな。懐かしのアイスプラント。
寿司村瀬の箸休めサラダ。握りサイズにしては京都の舞鶴。鳥貝もその月によって若干産地変わってきますよね。そうですね。まあちょっと京都の舞鶴が一番大きくて、この豪快な感じが寿司村瀬イズム。重っ。鳥貝でこの重さはすごいぞ。うまい。鳥貝ですね。さっとでも湯通しですよね。そうですね。これは贅沢。煽り？煽りがです。でかいですね、やっぱ。でかいですね。うん。これがもう一つあったら。4つ？3つです。3つ。本当表面積が増えていく感じというか、そうですね。口のなんか当たってるイカの面積が大きいっていうか、さすがの DNA を受け継ぐ職人さん。煮花です。北海道産のアスパラガス。ちょっと白目ですね。濃い感じじゃないです。色はすごいおしゃれなワンモノ感がありますね。そうですね。この小皿でまた握りの煮浜と全然違う感じの印象ですね。綿の苦みも美味しいし、アスパラのシャキシャキ食感も美味しい。こういう感じで鯛の出汁をしっかり出してお出汁飲んでいただくとお酒もまた進むかなと。飲ませに来てるな。見た目でちょっとぬめってる感じがいいですね。あえて洗いすぎてしまうとせっかくのワインが全部枯れてしまう。うまい。泉半分の海底は品質が上下しないんですよ。安定してるんだ。安定してる。へえ。これスジメ。スジメです。ああ、素味きた。フォルムがすごいな今日は。でかっこの味。アメフト選手感ありますね。タッチダウン決めちゃってください。決まりました。決まりました。はい。食べ応えがすごい。これすごいですね。うまい。でもそんなに酢はしっかりめじゃないんですよ。浅締めですよね。浅締めで。はい。池田さんご自身の中での理想の寿司職人像っていうのはありますか？お店の雰囲気でいうと本当笑いの絶えないお店を目指したいなと思ってます。理想の寿司職人像っていうと理想のお店とは真逆なんですけど寡黙に技術を見せるっていう職人に憧れますね。それでいうとやっぱりまさになんかやっぱ村瀬さんの寡黙な感じあるけどところどころのユーモアとか茶目っ気とかお客さんをクスッと笑わせるとかいろんなこと日々あると思うんですけど、やっぱいい出会いというか、はい、今すごいなんか有意義な。いや本当に嬉しい出会いを与えてくれたなと。会うために俺ってますね。僕も働いたと思う上司の人にありがとうございます。仕込みとか仕入れ仕込みは全部今のところこの村さんで握る池田さんは同じネタ同じシャリ。でもなんか前回村瀬さんのお寿司いただいた時とはもちろん季節も違うし出てくる内容も違うんですけど、やっぱまた感じ方が違うなっていう。お寿司は握り手で全く変わりますね。ね、シンプルなように見えて、本当にゴールがないというかキリがないというか。金目も立派ですね。艶めかしいな。黒むつと金目で同じ炭火でやるけど開ける時間とか当て方ってやっぱちょっと違ったりするんですか？そうですね。黒むつはちょっと中半生ぐらいに仕上げたいのでちょっと近めで、金目鯛はしっかり火通してあるんで。うわーキラキラしてる。でもこれだけの品数があるとチームワークとかも結構大事ですよね。コミュニケーションを皆さんで取るの。常にもう親方の方も結構聞いてて、
どのタイミングで何がいるかなとかっていうのを考えながらやるんですけど、でもやっぱ合わない時もやっぱありますね。お願いします。うわこれはでも通年出るメニューですか？そうですね。こう考えると炙り系結構出てますね。火入れしてるやつ結構出てます。つまみは基本そうですね、火が通ってると思いまおお肉じゃないですよねこれ。魚ですよね。魚です。油のりは肉ですよね。なんか味付けにポイントあるんですか？味付けは漬け醤油、秘伝の漬け醤油まだちょっと教えてもらえてないんです。なレシピをそうですね、まだ伝承されてない。伝承されてないです。でも多分人気のおつまみの一つですよね。そうですね。うん、その国の方でも愛されるものです。そうですよね。確かにな。前回はサンマだったんで、そう炙りサンマだったんで、今日イワシ。このイワシは仕込みは僕やらせていただきます。ああ楽しみです。結構しっかり酢でなんかマリネしてる見た目的には。じゃあ酢も米酢じゃなくて柑橘系の酢です。何酢ですか？大々酢。大人の味わい。爽やかですよね、口の中が。ちゃんとイワシの脂もちゃんと現れて。ああちょっとこのはい酸味と苦味というか、はい、ビターな感じ。そうです。いや仕込み最高です。ありがとうございます。どれぐらいつけるんですかこれ？ものによりますと、今日のはちょっと油の普段氷だったので3分です。3分。その前に塩ってやってるんですか？塩やってます。余韻がすごい。そうですね。イワシの油の旨味というかあります。なんかただくどくないんですよね。その余韻が心地よいけどなんかまだいるみたいな。なんでお寿司の道に行かれたんですか？ですね。僕学校が全然苦手というか嫌いで、中学も実は僕途中で行かなくなって、でお父さんが飲食してたので学校休むなら店を手伝えと言われて、そこから始まりました飲食。親父さんは何やってたんですか？いろいろやってました。お弁当屋もやってましたし、焼肉屋さんもやってましたし、和食屋さんもやってましたし、いろんなことやってる人だったんですけど、で中学卒業ぐらいに、飲食やるのはいいんだけどどのジャンルやるのかって言われて、昔ちょっと番組で若い子が仕込みをするっていうそのテレビ見てて、最初僕中華やりたかったんですよ。ただ中華見てると細かい作業多いなと思って、細かい作業得意じゃないのでじゃあ和食でっていうふうに言ったところ、一番最初の宮島の旅館に入れていただいて、そこから始まりました。やっぱり今、結局ずっと寿司が長く続いてるじゃないですか。いろんな皆さんそれぞれの人生がある中でお寿司職人としてもずっとやってこられてよかったなとか、よかったことは、逆に厳しかったことでもいいです。厳しかったことはやっぱり最初ですね。入りたてはやっぱりどうしてもイメージとして、自分の持ってるイメージとしてはやっぱり最初から食材触ってそのメインの魚とかは触れなくても野菜なんかもう切り付けしたりとかできるのかなと思ってたんですけど、やっぱ最初は皿洗い、掃除、礼儀とかそういうところからやっぱり叩き込まれてるんですよ。全然料理じゃないじゃんって思いながら最初やってましたね。ここが一番厳しかったですかね。それがあったからこそやっぱり今どの場面でもやっぱある程度大人としての動きができてるのかなと思います。なんかやっぱ濃すぎないというか、卵黄感がすごいですね。そうなんですよ。醤油とみりんと合わせたおだし。だしか。柚子もやっぱ季節によって香りとか違うんですか？そうです。やっぱ緑の方が僕的には爽やかな感じがします。なんか今日全体的に前回以上に色気を感じます。色気感じます。池田さんの色気を感じます。まだまだ色気が。30代半ばの色気を感じます。めちゃくちゃ揺さぶってきますね。いろんな調理方法が。わあ確かに分厚い。さわらごついっすね。食べ応えあるように決めに来てます。
でもこれポン酢ではないんですよね。酢醤油ちょっと違うんですか？ポン酢っていうのは先ほど大々柑橘を合わせたものがポン酢になってて、で酢醤油っていうのは米とかの醸造酢はい、と醤油を合わせたものが酢醤油です。ちょっと落ち着きますよね。なんかほっこりする、素朴で美味しい。うまっ。あん肝です。そうです。意外。赤ワインを10分の1まで煮詰めて、見た目がフレンチっぽい。これを海外の方も抵抗なくああ、そうか。召し上がれます。なるほど。これあん肝ですか？フォアグラじゃないですか？火入れもちょっとなんか違う感じがするんですけど、ブラインドで食べたらフォアグラってそうですね。言う方いそうですけどね。遊び心がありますね、村瀬さんのお任せ。本当にオーナーというか創業者がやんちゃの方これで結構しっかり。1週間1週間はしっかりですね。赤酢でとかやっぱ色がちょっともう赤光ってるというか、あ、シャリも赤酢ですね。そういうことですね。シャリに負けないように赤酢を軽く。王道の江戸前寿司が来たっていうかこのあん肝で遊び心からのド直球の小肌。マグロって、こう中盤というか後半に差し掛かる一個のこうサビみたいな部分じゃないですか。なんかどういう気持ちでこう包丁入れてる感覚ですか？緊張です。緊張。やっぱもう一番メインじゃないですか、このお寿司の。4番バッターですよね。いや、緊張です。失敗できないですし、やっぱり自分で思ってる理想の厚さと大きさにしないといけないっていうので、します。輝いてる。作付け大好きなんですよね。見た目も含めてシャリとの組み合わせがすごい美味しいです。酸味っすね。やっぱ例えば厚い時と薄い時ってマグロのテイストがどうだったらちょっと厚めにしようとか薄くしようとかって変えていくんですか？でも噛んでちょっと口に残るだったら薄くしたりとかしますし、今までは熟成されてないなと思うとちょっと厚くしたりとかして調節はしてるんですけど、ちょっとやっぱ食感さっくり系で。そうですね、でもこうやって見るとやっぱかなり色ついてますね、赤シャリ。もちろんネタもうまいですけどシャリうまいです。ありがとうございます。でも寿司はシャリですからやっぱこの赤はマグロに合いますね。何回も言いますけどうまいし楽しいです。味が楽しいです。本当にいろんなバリエーションの食感と温度と一体感となんかやっぱどんどん元気が出てくるお任せというか。嬉しいです。なんか夜は更けていくのに自分はどんどん目が覚めていくというか。でも本当ちょうどいいサイズ感ですよね。はい。あんまり大きすぎるとやっぱシャリとの相性も良くないので。味が濃い。池田さん今日のネタでどれが一番しっくりくるかっていうとこの巻きエビに見える。なんか雰囲気が巻きエビっぽい。巻きエビっぽいですか？でも力強さがあって味も濃くて。じゃあ巻きエビでいきます。巻きエビ大将。
あとこのやっぱ氷室もかっこいいですよね。やっぱねこの神聖な感じもするし、全然風とかもないんでネタも乾かないですし、でなおかつちょうどいいんですけど、イカさんちょっと開けてもらっていいですか。氷って上にあるんですか。あ、でかいんだ。それは1日で買えるんですか。あ、2日持つんですね。へえ。なんか休みの日とか何されてるんですか。休みの日は基本子供と遊んでます。あ、お子さんいらっしゃるんですね。何歳。上の子が中学校1年生、下の子が小学校3年生。何歳。結婚は何歳。結婚も20歳です。へえ。嫁さんがしっかりしてくれてるんです。奥さんは主婦ですか。いや一応共働きで、なおかつ家事もしていて、でも本当に一個一個がちゃんとインパクトと個性があって、握りもおつまみもそれがこう品数も結構多めじゃないですか。それやっぱ強いお店だなっていうか、一種類がいっぱいあるんじゃなくて、やっぱ一種類がちょっとずつでいろんな種類のがやっぱりいいですよね。池田さんは、まだすごい何年も働いてるわけじゃないと思いますけど、実際どんな方なんですか。親方から見てたり前向き、一生懸命さ。逆に親方はどんな方ですか。的確に指導していただけるので、ポロッと一言言ったらいい感じに仕込みとかもうまくいくのが何回もあったので、経験っていうのはすごいなと思います。親方とそのお弟子さんの役割、もちろんその営業に行くまでの仕入れだったり仕込みだったりいろんな工程があるじゃないですか。そこの役割分担っていうのは結構明確に分かれてたりするんですか。分かれてはないです。もうずっと一緒に。で今日はもう光り物とかもやってらっしゃるんですね。池田さんが握るみたいなところっていうのは何か、例えば曜日だったり時間帯だったり、例えば指名で握ってほしいとか、これ動画見て、大将の食べたいという方もいれば、2番手の方食べてみたいっていういろんな方がいらっしゃると思うんですけど、この住み分けはどんなイメージで考えてらっしゃいますか。彼のファンが増えてきたことと、癖に行きますので、はい、その辺の住み分けはどう考えてずっと常連さんの方は村さんの前に座るかもしれないし、もう席によって変わるみたいな感じですか。博士コースはの種類だったり値段だったりと今おいくらで。3万3000円、税込み3万3000円ですか。そうです。税込み3万3000円そうですね。はい。で基本的には池田さんもその金額ですね。はい。でもしかしたらランチ営業とかをやるかもしれない。それはまた。そうですね。対馬です。対馬です。うわ最後塗ってたのって煮切りですか。煮切りですね。へえ。ちょうどね。あったかい。なんかプリッとしてる。エビのおかげですね。でもなんか濃くないですね。なんか重たくないっていうか。そうですね。原田さんに聞きたいんですけど、オープンしてもう10年ちょっと経ってたじゃないですか。卵焼きの味付けとかって変わるもんなんですか。変わってないです。ずっとこれ。ずっとこれです。炭で。炭で焼く。ガス火じゃない。ガス火じゃない。炭を上から。あ、上からこう網を引いて上からこう。へえ。そうすると何が違うんですか。上からその。上からですね。あ、そうなんですか。なんかすごいやっぱクラシックな味がするというか、こういうの一つ一つとってやっぱね、いろんな歴史が詰まってるんですね。どっちか片方だけど、白なら白だけ、赤なら赤だけっていう店しかいなかったんですけど、2種類っていうのは本当響きましたね。ああ。お寿司に妥協がない感じがして。シャリに合わせにいくというよりはネタに合わせてシャリをはめていく。やっぱり米酢の方は塩酸っぱい感じ。そうですね。で赤酢やっぱコクがやっぱ深さがやっぱりあるというか、しっかりしてるけど重たくないですよね。尖ってないっていうか。良さもありますし弱点もあって、だからこそやっぱり2種類使う方が
理にかなってるのかな。またでも最後アイスもなんか気持ちよく終われるというか、すごいこれから暑くなるって夏になるといいですね。アイス美味しかった。百戦錬磨のいろんなご経歴もあるベテランの親方と一緒にやって、でも少しずつこう機会を任されていろんなお客さんを握るっていうところで、なんかそのやりがいとか、逆に結構こういうところは大変だなとか、ぜひ本音を言っていただきたいなと思うんですけど。やりがいはすごい感じてます。ただやりがいを感じるのと一緒にやっぱ緊張はしてます。いろんな経験をしてきた方のすぐ近くで新たに経験できるってことはすごい嬉しいことだなと今すごい実感してます。将来的にはやっぱりもう自分一人で独り立ちしてお店持ってどんなお客さんでもっていうやっぱりそのビジョンはやっぱあるんですか？それでいうとすごく本当に着実にいろんなお店でいろんな技術を学ばれていろんな経験をされて少しずつ階段を上ってらっしゃるって感じですね。前回は光り物から村瀬さんの王道のこう江戸前から始まったんですけど、今日は油があってふっくらしたネタから始まって、やっぱ貝が結構個人的には効いてたなって。やっぱ鳥貝の食べ応えと赤貝とでハマグリのおつまみもそうですし、でそこからどんどんこう王道なやっぱアジがやっぱり要所要所でこう順番だったり強弱がすごいなっていうので、全然品数が多くてもう食べれないよって感覚もないし、なんかそこがやっぱり寿司村瀬ワールドというか寿司村瀬マジックというか、いろいろ厳しいこともあるかもしれないんですけど、すごいこの笑顔に癒されました、はい、でも寿司自体がすごい今どんどん人気になってるじゃないですか。でもこう絶対ここだけはいろんな先人がこう紡いできたエッセンスだったりとか、逆になんかどんどん変えてもいいんじゃないかみたいな考えかもしれないし、なんかそのあたりの価値観って村瀬さんはどういうお考えなのかなって、お寿司業界に対して。僕はですね、はい、技術っていうのは多分長年やってると培ってくるものだと思うんですけど、要するにやっぱり上に対する礼儀であったり、どうしても我々の愛情を持って接しないといけないんだと思うんですけど、それに甘んじることなく、やはりその芸人ですとか人義ですとか道理とか、そういったものは大切にしていただきたいと思います。ご自身もいろんな、親方のところでやってたりとか、かなり言われたなっていうやっぱ思いも振り返るとやっぱありますか？でもなんかいろんなお寿司も今ね、機械とか回転寿司も美味しくなってますけど、この職人が握るっていうのはなんかそういう人と人のなんていうか感情だったりこう人間性だったりっていうのがっていうと突き詰めるとやっぱそういうところになるかなっていう、なんかすごい重いお言葉を。でも村瀬さん今すごいしみりと語っていただいてすごい楽しいお店なので、今日もちょいちょい茶目っ気があってカメラが入ってないところでもいろんなギャグを言っていただいてすごく楽しませていただける店だなと思ったので、いつ来ても本当に美味しいし、誰が握っても一定のクオリティを保ってみんなが喜ぶお寿司だと思うので、本当にありがとうございました。すごく今日は美味しかったです。今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。もう本当に動画見て池田さんのお寿司食べたいなっていう方もいると思うので、なんかぜひそういう方に対するメッセージというか意気込みだったり一言いただけますか？はい、成長していく姿を見ていただければと思います。池田さんの前で食べたいという方はお電話とかで言っていただければもう担当をいただけるっていうことですかね？大丈夫です。わかりました。じゃあ視聴者の方もぜひよろしくお願いします。親方も OK ですし池田さんも OK ですし、ぜひこのダブルでベテランと若手がいるっていうお店でもどっちも美味しいっていうのも村瀬さんのポイントだと思うので、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。